こんにちは、ミルです。今日は告白してからお付き合いをするのはなぜ？パート2です。前回お話ししたんですが、今日はちょっと違うお話です。なぜ日本人は告白してからお付き合いをするのか。それは日本では相手との関係性とか立場をはっきりさせないと行動しづらい文化だからだと思います。行動しづらいというより、なかなか行動できないですね。前回も言ったようにね、日本人は曖昧だっていう話を今までたくさんしてきたんですが、この相手との関係性とか、自分の立場というのは結構日本人ははっきりさせますよね。というのも、日本語には謙譲語や尊敬語、丁寧語などがあって、自分の立場によって言葉を使い分けます。それは相手との上下関係とか、相手との親しさとか、相手との距離感を明確にするためですよね。名前の呼び方でも人間関係が現れます。例えば、何々さん、何々くん、何々ちゃんとかね。何々さん、くん、ちゃんをつけないで呼び捨てにする場合もありますし、名字で呼ぶのか、下の名前で呼ぶのか、など、名前の呼び方も変わります。つまり日本人の多くが相手との関係というのをいつも意識しながら言葉を使ったり行動しているっていうことですよね。以前、日本人との距離感という動画で相手に近づきたくなかったら敬語を使えばいいですよっていう話もしたんですが、使う言葉によって相手との距離を明確にすることができます。だから恋愛でもね、私たちはどういう関係なのかというのをはっきりさせるために告白という行動をするのかなと思います。なんとなく曖昧に進んでいくと、これは付き合ってるのか、ただの友達なのか、わからないですよね。そうすると、相手との関係がわからなくて、自分の立場もわからなくて、どうしたらいいか困っちゃうと思うんですよ。手をつないでいるけど、ちゃんと告白されてないし、付き合ってるのかなみたいなね。毎日電話してるけど、ちゃんと告白されてないしなとか私たちどんな関係なんだろうってなってしまうと思うんですよ。私だったらね、なっちゃいますね。まあね、付き合ってなかったら手はつながないんですけれども、こう曖昧に進んでいってしまって、そのままこうなんとなく進んでしまうと、でもちゃんと告白されてないなーってなってしまいますよね。なので自分の立場、相手との関係を明確にするためにね、告白をするようになったんじゃないかなと思いました。一緒にいるんだから告白なんかしなくてもいいじゃん。一緒にいることが答えだよっていう人もね、いると思うんですが、もしね、私だったら、じゃあ私たちはお付き合いしてるのってちゃんと確認します。はい。ということで今日は、なぜ告白をしてからお付き合いするのパート2でした。じゃあ、バイバイ。こんにちは、ミルです。今日は告白してからお付き合いをするのはなぜ？パート2です。前回お話ししたんですが、今日はちょっと違うお話です。なぜ日本人は告白してからお付き合いをするのか。それは日本では相手との関係性とか立場をはっきりさせないと行動しづらい文化だからだと思います。行動しづらいというより、なかなか行動できないですね。前回も言ったようにね、日本人は曖昧だっていう話を今までたくさんしてきたんですが、この相手との関係性とか、自分の立場というのは結構日本人ははっきりさせますよね。というのも、日本語には謙譲語や尊敬語、丁寧語などがあって、自分の立場によって言葉を使い分けます。それは相手との上下関係とか、相手との親しさとか、相手との距離感を明確にするためですよね。名前の呼び方でも人間関係が現れます。例えば、何々さん、何々くん、何々ちゃんとかね。何々さん、くん、ちゃんをつけないで呼び捨てにする場合もありますし、
名字で呼ぶのか、下の名前で呼ぶのか、など、名前の呼び方も変わります。つまり、日本人の多くが相手との関係というのをいつも意識しながら言葉を使ったり行動しているっていうことですよね。以前、日本人との距離感という動画で、相手に近づきたくなかったら敬語を使えばいいですよっていう話もしたんですが、使う言葉によって相手との距離を明確にすることができます。だから恋愛でもね、私たちはどういう関係なのかというのをはっきりさせるために告白という行動をするのかなと思います。なんとなく曖昧に進んでいくと、これは付き合ってるのか、ただの友達なのか、わからないですよね。そうすると、相手との関係がわからなくて、自分の立場もわからなくて、どうしたらいいか困っちゃうと思うんですよ。手をつないでいるけど、ちゃんと告白されてないし、付き合ってるのかなみたいなね。毎日電話してるけど、ちゃんと告白されてないしなとか私たちどんな関係なんだろうってなってしまうと思うんですよ。私だったらね、なっちゃいますね。まあね、付き合ってなかったら手はつながないんですけれども、こう曖昧に進んでいってしまって、そのままこうなんとなく進んでしまうと、でもちゃんと告白されてないなーってなってしまいますよね。なので自分の立場、相手との関係を明確にするためにね、告白をするようになったんじゃないかなと思いました。一緒にいるんだから告白なんかしなくてもいいじゃん。一緒にいることが答えだよっていう人もね、いると思うんですが、もしね、私だったら、じゃあ私たちはお付き合いしてるのってちゃんと確認します。はい。ということで、今日は、なぜ告白をしてからお付き合いするのパート2でした。じゃあ、バイバイ。